います。今日は、日曜日で、週末のゆっくりした朝を過ごしているところです。で、久々に自家製キムチをつけようと思って昨日からですね、野菜の水抜きをしているところなので、ちょっと今から最後の仕込みを、していくところをまたちょっと撮ってみようと思います。まずこれがきゅうりですね。水抜けてますね。でこれが上にあるのが、大根ですね。大根も水抜けてますね、ちゃんと。でこの下には白菜です。はい、水抜きしっかり終わったのがこちらです。で、種は昨日もう事前に作ってあるので、じゃん、これを野菜に混ぜるだけです。はい、完成しました。白菜ときゅうりと、大根のキムチです。多分いい感じだと思います。上出来です。チーズケーキを頼みました。そうで、前回の Vlog で話したフリマアプリのヴィンテッドの話なんですけど、実はこれでトラブルに今巻き込まれてます。ちょうど前の Vlog で載せてた、商品ですね、今発送行ってきますっていうシーン載せてたと思うんですけど、あれがちょうどヴィンテッドで売れた2製品目だったんですけど、1製品目は無事にちゃんとバイヤーの方に届いて料金も振り込まれてて問題なくスムーズに取引終わったんですけど、あの日送った2製品目ですね、ちょうど先日バイヤーの方から連絡が来て、全く違う製品が届いたみたいなと言われて、写真も送られてきて、パッケージも中に入ってる製品も全然自分が送ったものじゃなくて、でおかしいと思って自分の送った伝票ですね、この伝票がちゃんとついてますかって聞いて、自分が送った伝票の画像を送ったら、本当にその自分が発行したはずの伝票がその方が受け取って違う製品に貼り付けられていて、そうだからどこで誰がすり替えたのかわかんないんですけど、でもそのバイヤーの方も全然評価高くて、今まで取引も数も多いちゃんとしたバイヤーの方なんですね。なのでその方もなんかすり替えたようには見えないし、だからもしかして配送のどこかの過程で誰かが別の製品というか、もうその製品どう見てもゴミみたいなボロボロのバッグで、自分が送った高級ブランドのバッグとは全然違うんですね。だから誰かがすり替えたのかわかんないんですけど、最初バイヤーの方も怒っちゃって、そうなんとかちょっと説明して理解してもらったんですけど、でヴィンテッドとあと配送業者には調査を依頼していろいろ報告は送ってるんですけど、解決まで一旦35日かかると言われて、35日待ったら多分自分が送ったはずのバッグ、多分別の人に渡っちゃってたらもう多分帰ってこないですよね。で証拠とかも時間経つこと取りづらくなるし、そうなのでもしかしたら自分の送ったバッグもなくなっちゃうんじゃないかっていう今不安に苛まれてます。なのでちょっとヴィンテッド、受け取り人がちゃんとした方
っていうのを確認して送ったとしても、結局送るまでの過程で何か起こりうるかもしれないということをちょっと今回学び、日本でもフリマサイトってずっと使ってたんですけど、今までこういうことって自分も起きたことなくて、自分の周りにはそういう経験した人いっぱいいたんですけど、なのでちょっと今回学んで怖いなと思いました。あんまりちょっともう売るのやりたくないかもと、買うのはいいと思うんですけど、ちょっと売るの怖いなって今回思い、で調査はちゃんとしてくれてるって進捗報告はいただいてるんですけど、やっぱり時間がかかるほど不安なので、めちゃくちゃ今不安です。ちゃんとバッグ返ってくるのか。そうで、本当は今週1週間、甘いもの禁止週間の予定だったんですけど、もうそんな不安がちょっと募っちゃって、もういいやと思って今チーズケーキ食べに来ちゃいました。なので今日だけはちょっと自分に甘やかしをします。なのでちょっとなんかいいサイトですみたいに紹介しちゃったんですけど、こういうトラブルが起きうるサイトっていうことはちょっと今日シェアしておこうと思って伝えさせていただきました。空が真っ青で景色が最高です。はい、おはようございます。今日月曜日なんですけど、今お昼12時前で大停電が起きてます。スペイン、ポルトガル大全土で起きてるみたいで、仕事の真っ最中だったのでちょっとまずいんですけど、って言っても Wi-Fi がないと仕事ができずで、今モニターもつかず、パソコンももう電池切れそうなので何もできない状況です。でかつですね、今 Wi-Fi が切れちゃってる上に、この家携帯の電波がほぼ入らないので、携帯電話で情報を見ようとしても全然見つからず、今ちょっと WhatsApp で家主さんと話してたんですけど、それも途切れ途切れになっちゃって、結局ここにいても何もできないので、もうちょっと仕事できなくてちょっと不安なんですけど、一旦もう忘れて公園にでも行って読書してもしようかと思います。電気がないと何もできません。不安なのが冷凍餃子を冷凍してあるのでダメになっちゃうなと思い、やだな、買ったばっかなのに。じゃあまあでも家でいても何もできないので、公園にでも行ってリラックスします。街の信号も全部ストップしてるので、交通もちょっとカオスでした。今日も気温が最高でめっちゃ気持ちいいです。停電治ったらまた仕事に戻らないとですが、ちょっとここで数時間ゆっくりします。なんかやっと今電波がつながっていろいろ情報を検索したんですけど、スペイン、ポルトガル以外もフランスの一部とかでも今停電になってるみたいですね。やっぱり道路とか公共交通機関、空港とか大混乱になってるみたいで、大きい事故につながらないか心配ですね。かなり大きい事態になっているようで、ちょっと心配が大きくなってきました。と言いつつちょっと自分はここでふわふわしてますが、
復旧のめどはちょっと当分立たなそうですね。どうしてもちょっとお湯が欲しくて、今ろうそく3つを使ってお湯を沸かしてます。かなり時間かかったけどふつふつしてきました。やっぱ電気がないと困りますね。ちなみに電波ですね、電話の電波もなくなっちゃったので、インターネットも何もできないです。イエーイ8時48分ですね。お昼前に停電してから、約9時間ほど、電気、そして途中数時間後から電波もない生活になり、もう何にもデジタルツールも火も、何もない状況になっておりましたが、今ですね、きちんと電気再開しました。急にポンって電気がついて、街中すごい歓声と拍手が上がって、ポルトガルらしい感じでした。すごい盛り上がりました。もうわーって街中がすごいことになりました。なんか多分商売されてる方とかすごい大打撃だったんじゃないですかね。一日営業できず、スーパーとかもコンティネントとかピンゴドス全部閉まってたので、カフェとかもですね、料理できないので、もう本当にテイクアウェイしかやってなかったですし、ちょっと影響を受けた方もいらっしゃるでしょうし、あとはあれですね、事故とか人命に関係する災難がなかったことを祈りますが、僕は平和に過ごしてました。仕事だけちょっと止まっちゃったので今から再開しないといけないですが、はい、ちょっとかなりいろいろあれですね、勉強になりましたね。日本にいる時は地震が頻繁にあるので、防災用品とか非常食常に置いてあるんですけど、今回何にもないことに気づき、全部加熱しないと食べれないものしか家になくて、でライトもないのでキャンドルしかなかったですし、そうなので、はい、きちんとポルトガルにいてもですね、ちゃんと防災用品揃えとくのと非常食もちゃんと買っとかなきゃということを勉強いたしましたので、ちょっといい機会にはなったかなと思います。ただもう電気そして電波がないって結構きついなと思いました。この9時間でも本を読むくらいしかやることがなく、そうで、仕事もできないし家も暗くなっちゃったし、夜なので、そうやっぱ辛いなと思いましたね。皆さんご無事であることを祈りますが、日が明ける前に再会して何よりです。ちょっと友達とか今日飛行機でポルトガルに帰ってくる友達とかいるのですごい心配ですが、空港とかきっと大混乱になっているでしょうから、そこも早く解決することを祈ります。とりあえず、はい、無事に再開してよかったです。はい、おはようございます。停電から明けて翌朝、火曜日です。今日は、日本は、祝日でお休みの日なので、僕も今日は、仕事をちょっと久々にお休みしようと思います。昨日ですね、停電のせいで、お昼仕事ができなかったので、夜ですね10時ぐらいから仕事をしてて、そのおかげで今日は特にパソコン開くことなく休むことができるので、ゆっくりした一日を過ごす予定です。朝ごはんは冷やしそばを作りました。そばはあゆこっていう日本で見たことないブランド、多分こっちの欧米のブランドだと思うんですけど、そうのものを使ってます。ちょっともうあったかい季節になったので、さっぱりした冷やしそばの季節ですね。あとは自家製キムチも一緒に添えてます。髪が最近ちょっと伸びてきて扱いにくくなってきたので、夏に向けてバッサリと、髪を切ろうと思い、今バーバーに向かってます。毎年夏は結構パーマを当てて
ボリュームヘアにすることが多いんですけど、今年はちょっと短くしたい気分なので、割とバッサリいこうと思ってます。髪切りました。かなりお気に入りです。すごいいい感じに仕上がりました。初めて行くバーバーだったんですが、もう写真見せた通りにやってくださって、スピーディーだし、とってもお気に入りになりました。気分爽快、夏らしい、爽やかヘアにしてもらいました。引っ越しして住所の、書き換えをいろいろしないといけないので、役所関連ですね。その時に必要な住所証明の賃貸契約書のコピーをしに来ました。日本だと結構コピーってコンビニでパパって済ますのが普通なんですけど、こっちはマートとかにコピー機置いてないので、基本的にさっきのお店みたいな、コピー屋さん、プリント屋さんに行って、でプリント屋さんのアドレスに自分の印刷したいファイルを送って、でそれをその場でこうやってコピーしてくださいって説明して受け取るっていう、感じなんですね。なのでコピー屋さん常にもう大繁盛です。なんでコンビニのコピー機みたいな商売したら単価は低いけど結構需要があるんじゃないかなっていつも思ってます。今夕方7時くらい、今自宅にいます。あの後ですね、ウィンドウショッピングしたりいろんなお店見たりですね、気になってた、洋服とか見たりして、ブラブラしてました。で一旦家帰ってきて、で今から夜ですね、約束があるので、待ち合わせの場所まで今から向かおうと思います。夕方ですね、今日天気いいので、サンセット見れたらと思うので、ちょっと綺麗な景色見つつですね、ゆっくりしてこようと思います。Did I talk about the big?